これはスキップに見えるように原画を整えて、間を埋めていったっていう作業なんで。よろしくお願いします。毎度です。日野さんが来てます。はい、どうも。今回はアニメーションですね。そうですね。またリピート素材でも作ろうかなと思って。これは歩きよりもう少し速いアニメーションですね。まあちょっとゆったりした動きにはなるのかな。スキップを描こうかなと思って。じゃあぜひお願いします。その前にどんなキャラにするか。スキップしそうなキャラクターがいいですかね。おお、今回はチビキャラですか？そうですね。このデフォルメキャラのなんか足の描き方なんですけど、後ろに曲がってるように見えるんですけど、それはその足元と足が一つの部分になってるんですかね。人間の足としては描いてないんで。ああ、なるほど。なんか口を描いたら確かに動物っぽいキャラクターが現れました。じゃあこれは猫かな？そうですね。もうこうすればウサギになるし。まあキャラはこんな感じのやつで決めて。いいですね。でこれをスキップさせますね。お願いします。じゃあ最初は横位置を決めちゃうから。さあこれは丸い形は描いています。頭の位置かな？そうですね。そして今のポーズはもうすでに足は上がってる感じですね。で両足は空中っぽいですね。尻尾描いて、スキップに合わせて腕も動いてますね。じゃあ左足が前に来てるので右腕合わせて前に来てます。そして線画を太くしてます。じゃあそれは最初の1枚は完成ですか？じゃあ2枚目ですね。でもしかしたらこれは反対のポーズ？そうですね。じゃあ右腕があった場所は今左腕になってます。で合わせて多分右足だった位置が左足の位置になります。これだったらほぼトレースになりますね。そして尻尾も同じ位置になってます。手の甲が見えてくるから今回は後ろにある腕の方が肉球が見えます。で耳は変わらないのでそれは多分トレース。伝説のタップ割りが始まりますか？まだ。位置を合わせる感じ。そうですね。じゃあ高さ合わせたら頭はほとんどトレースする感じ。クリップ外してこの体の新しい位置で足を地面についてるポーズなのかな。地面についてるので高さは下がっている上にキャラクター位置が前に来てますね。じゃあ多分飛んだ後に地面について後ろにずらして片足でスキップする感じかな。もう一回飛ぶ。
よし、6の反対側は13になりそうです。おお。お、またタップ割りです。まあタップ割りというよりは位置合わせですけど、ね、位置合わせ、位置合わせ、トレするだけですからね。すごい枚数がいっぱい必要ですね。そうですね。すごい。まあこんなもんですか。ありがとうございます。素晴らしい。このアニメーションだと、その背景はどういうような背景にするんですか？スライドだけで普通に動いてる、前にスキップしてるように見えますか？まあここが地面だとすると、だいたい最近のアニメーションではこの地面の部分をパースをつけてスライドさせるんですよね。そうなんだ、そうなんだ。へえ。で横側だとまあ木の部分が、バックグラウンド背景の BG だとすると、はい、これをそうだな、これは1秒間ではい、48ミリ動くってことでしょ。うんうん。1ってまあこれぐらいですよね。そうですね。でそれに合わせると奥の背景が、1コマ2ミリ動くとすると、手前のまあブックって言うんですけど、上に乗っかる背景書きの、ね、もの。ああ、なるほど。じゃあ、前の背景と後ろの背景が違う速さでスライドする。まあ、手前にあると考えて、これはまあ3ミリぐらいかな。まあ、あと微妙な調整は、はい、撮影さんにお願いしてるんですけどね、いつも。なるほど。その足元が地面につくところで、はっきりなんか位置合わせて撮影してるんですか？まあ実際にここからはい。着地してもう一跳ねするまでにこれぐらい動く60ミリ。じゃあ10枚のアニメーションで60ミリ。いや、こっからここまではね、あ8枚できますよ。あ、8枚、8枚。割る24だから、まあ 2.8 って出たでしょこれ。はい。だからこの3ミリぐらいで。なるほど。まあ細かいところはこうやって計算していくんですけどね。はい。足が地面につくところが背景描くときに合わせた方が説得力が上がりますかね。多少ずれててもいいんでねって感じで書いてますけどね。わかりました。一番飛んでるところは1と8でしたね。まあそうですね。飛ぶときもっと早く動いたりする
感じですか？いやー別にじゃあ平等に上がって後ろにずらす。これはスキップに見えるように原画を整えてうん。間を埋めていったっていう作業なんで、ああ、そういうこと。そういうこと。紙の穴を合わせてなんか位置を決めること。あ、今日はタップの穴は見てませんよ。ほらライトテーブル電源がなくて使えなかったんで紙の端角で測ってやってましたよ。そういうこと。ただ単にね、ほらこの場合顔はほとんど引き写しなんで、こういう風に重ねて、でこの角っこはいを合わせてやっただけですから、じゃあ真ん中持ってくればね、でライトテーブルが使えるときに本当は多分穴結構穴は使いますよ。飛ぶ前の瞬間、その後ろの足がほとんどお尻についてる感じですか？これははったりです。隠れちゃうと見えにく何があるか分かんないんで、無理やりここ残しましたでその前のフレームはどれでした？なるほどなるほど。実際リアルに考えるとこういう獣の足でスキップなんてありえないんでそこはもうはったりですよ。腕の動き平等に左から右から左動いてるように書いてましたか？最初足の動きを書いていって、その後に尻尾腕と書いてったんですけど、腰の動きに合わせて尻尾はこれぐらいかなって感じで追っかけてったんですけど、腕の振りに関しては原画が一番開いてるっていうポーズじゃないんですよ。あ、そうなんですか？着地したこここれはで閉じてって振るでまた着地した時に一番大きく開くと。前と後ろに動いたりしないでこのアニメーション描けるんですか？これずらしてね、頭の位置を上下になるようにね、これをずらすだけでできると思いますけど、ただそれじゃ面白くないですよ見た目特に何か気をつけるところはありますか？こういう同じ絵をトレースしていくのってね、結構飽きるんですよね飽きたらちょっと休んでからリフレッシュしてからこういう作業は望むといいと思いますからね。なるほど。デジタルで描いてる人ならああいうところはコピペで大丈夫ですか？ちゃんと位置をずらして、軌道に乗ってるなら全然構わないですよ。なるほど。じゃあ別になんか自然に見えるように全部ゼロから書かなきゃいけないとか特にないですかね？デジタルの強みはコピペですからね使えるもんは使っちゃっていいんじゃないですか。そうですね。みんな楽しんだでしょうか？可愛い猫さんがスキップしてるアニメーションです。14枚で全部。すごい枚数が多いけど、そのトレースできるところもあるので、ぜひみんなトライしてみてください。他のアニメーション動画はあるので、ぜひチャンネル登録お願いします。また今度のアニメーション何か見たいリクエストがあればコメントしてください。ありがとうございます。どうもでした。バイバイ。